じゃあお願いします。お願いします。半年前ぐらいから撮影予定させていただいてて、そうですね。トラブルを乗り越え、ホンダ S660 のもうほぼフルチューンと言ってもいいんじゃないかと思うぐらい、ここまでやりきったら S6 もやっぱり楽しい車になりますか？十分楽しいんですけど、はい、トラブルを気にしなければもっといけるんですけど、はいはいはい、ある程度のところで抑えるのも大事だと。抑えてないからこうなって抑えるんですけど、ているのか抑えてないかというのは多分収まってないんですけどまず皆さん気になるのはこのワイドボディキットもなかなか珍しいのかなと思うんですが。そうですね、皆さんワイドボディにされる方はリバティウォークさんのワイドボディキットがやっぱ多いですよね。はいはいはい、これは M&M さんのエアロなんですね。でバンパー自体は純正なんですよね。純正にスポイラーをかぶせる形の、はい、でカナードも M&M で、カナードも M&M でかっこいいですね。これなんかもうやるぞ走るぞ、空力も良さそうな感じのデザインしてますもんね。空力なのか抵抗なのかちょっと分かんないですけどねこのぐらいの車になってくると抵抗を増やさない方が速い可能性もありますもんね。やっぱりこのウイングぐらいをつけるのであれば前の出幅も結構大事になってくると思うんですよ。そうですね、はい、すごいな。普通の人が見たら多分これを軽自動車だと思う人はほぼいないんじゃないかなと。あんまいないですね横幅的にももう軽の枠は超えてるんですか？1620、元が144050ぐらいっていう概念は捨ててあと僕結構好きなのはちょっと NSX っぽい顔じゃないですか。そうですね。なんでこれが聖杯されたのがちょっと悲しくて、であとこの色は何ですか？ちょっとナルドグレーっぽいような、造形が激しいからこの色が似合うのかな。カラーとしてはルノーのグリメタンらしいです。カングーとかがこんな色の。はい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 、かっこいい。あとこのワイドフェンダーとかもう足りずに足してるんですか？ここは。そうですそうですすごいなこれ。でホイールも結構出てるんですね、この PCD といいますか4欠で。 7J の25にスペーサー 15mm 追加で、R50 の芝タイヤが。そうです。どうですかこれ、軽との相性いいですか？あんまり悪くないですね。悪くないですか？軽い車は軽い車なりのそのタイヤのね合う合わないとかも結構あるじゃないですか。これでつくばまで走ってって、はい、つくば走ってそのまま帰ってきてこのぐらいの減りなんで、今日またここに来てこのぐらいの減りなんで、結構持ちは悪くなさそうな感じですね。悪くなさそうですね。でタイヤももう結構軽サイズは限界の1955015。いいな。やっぱ15インチはランニングコストが安そうなイメージはありますけど、どうですか？これで8万何がしで、ああいいな。でも050だとどうしてもやっぱ11、2万ぐらいになっちゃって、295とかで18、19履いてる人からすると、まあそこからするとだいぶリーズナブル、ですね。であとこのボンネットが僕大好きです。これかっこよすぎません？これこれかっこいいですよね。これかっこいいですね。 SSG ワークスさんっていうところのエアロボンネットで、中のシュラードも含めてのキットになってます、ね。あ、ここシュラードになってるんだ。これちなみに開けられますか？これ。はい、少々お待ちください。一応これ荷物入れなんですかね？荷物入れはありません。あ、ない前は結構便利に使わせてもらってたんですけど、サーキット行く時にガレージジャッキ入れたりとかしてたんですけど、今はもうこのような感じで。これはもうダメですね。であとメガライフもこんなとこに。メガライフ軽量化はまあそこまでって感じなんですかね。今はまだあんまり軽量化には力入れてなくて、まあとはいえドア入れたんですけど、なんなら純正とトントンがちょっと重いぐらいだと思います。830、40ってところですかね。純正が830なんで軽い化け物です。でここもストラットのここがあれですか、かさ上げというか。そうですね。でここにもブレーキマスターのストッパーがついてたりとか、いろいろもう走るための素材は結構やることを全部やってあるんじゃないかなと。これ実はマスターシリンダーも変わったりしてます。そうなんですか？ワンサイズ大きいやつを使ってて、ブレーキ変えた時にちょっとふかふかになっちゃって。油量が足りてないって感じなんですか？そうですそうです。そっか、これセイカでしたっけ？ K のサイズじゃないですからね。これ300ミリぐらいありますよね。304ミリでした。304ですもんね。なんか見れば見るほどこのフェンダーもかっこいいですね。ここの落とし込みがね。いいなこのボンネット、マジでかっこいい僕も S6 乗ってたら絶対これつけますねもうあんまり生産されないんで販売するっていう情報をつかんで、もう貼り付いてましたじゃあちょっとドアもいいですか？これドア、これどこのメーカーのドアなんですか？これは知り合いの方が、なんかヤフオクで作ってらっしゃる方と連絡して作ったのを僕にも売ってくれっていうふうで、これいいですね。目もちゃんと綾織りになってますし、本当に軽そうですもんねこれも。ただ案外動かしてみると根元のロックが効いてるので軽さはあんまり感じない。でもこれ結構大事じゃないですか。そうです。これないと風でパーンといっちゃって結構ヒンジ悪くしちゃうんで。そうなんですよ。すごっ。
の辺はもう元から軽いのもありますけど、おそらくこれで15キロぐらいは軽くなってるんですかね。そうですね、それぐらいは。なので以前は870、80ぐらいあったと思うんですけどあとこれもクラフトスクエアの GT ミラーですかね。これは汎用ですね。汎用なんですね。この三角のところにつけるのと迷ったんですけど、あ、確かにこれ迷いますね。こっちから立てる方がなんか GT 化っぽいなと思って。確かに確かに。あとこう車の位置が低く見えますよね。そうですそうです。でもう開けられない仕様になってるんですか、ここは。開けられないことはないんですけど、開けられないことはない。置くところがないです確かにね。家に置いてきて雨に降られたらとんでもないことになりそうですし、どっかからメーカーで出てるんですか。これは八千代工業さんってホンダ系の作ってたですかね。めちゃくちゃ綺麗ですね、作りも。なるほど。あとこのリアのフェンダーのアーチもこれかっこいいですね、この M&M さんのエアロ。そうですね、このモリッとしたのが、ここの出幅がまたこのブリブリな感じがで、リアも15インチですかね。リア16インチ。あ、16なんだ。今履いてるのは16インチの 8J。いや結構攻めてますね、リアも。どうしても軽なんでパワーなくて、本当ならタイヤ太きゃ太いほどいいんですけど、そう太くすると今度はその回せなくなっちゃって。確かにこのパワー、まあこれでもね、パワーなんと普通のこれあれですよ、純正64馬力ですからこれで今何馬力出てるんですか。車種代で210ぐらいですね。210で、トルクもなんとこのボディに21キロ弱。そうですね、21キロぐらい逆に駆動系耐えられるんですね一応今のところは耐えてます。まあ後でねちょっとミッションも見てもらいたいと思うんですけど、あとデフも OS の 1.5A も入ったり、あとこのバーチカルウィングも結構似合いますね。羽自体はサードの020の1600、バーチカルステージ自体はカーショップリードさんっていうところが FD3S 用で出してたのを問い合わせて売っていただいてかっこいい。でもここちょっとあれなんですね、バーチカル用にちゃんとこの下までフレームの何かしらにネジ穴を作って延長されてるんですかね。この辺はもう DIY で DIY で。いやアルミの板買ってきて逆に DIY でここまでできるのがすごいですけどね前はここまでしかなかったんですけど、今はもうこの辺まで伸ばしてその横の合成をちょっと高めすごい。バーチカルでこんな合成あるんですか。ちょっといいですか。もう全然なんです。すごっ。もう車揺れるぐらいですからね。あと個人的に好きなのはもう一個このウイングがついてる。これ結構かっこいいですね。前はダックテールとしてここにいたんですけど、ホームセンターへ走りアルミの部材などを買ってきてこれもお手製だ。適当にでっち上げてあとここもかっこいいですね。このオイルクーラーもこれファン丸見え。熱をいかに逃がすかみたいな感じで。そうですそうです。あとマフラーがバイク用みたいなやつがついてますが、ショップのオリジナルのやつを中古で譲っていただいて、トップフィールさんのメカに加工していただいて、ここがかっこいいですね。そうです。この太鼓を見せる感じがね。以前買った時点では真横だったんですけど、無理やりステイを逃げるように取り付けたので、ここら辺がね逃がしちゃいますね。本当は位置的にこの辺に来る感じだったので、無理やりねじ曲げてそしたら斜めになって、あ、太鼓斜めかっこいいなーって。いやこれかっこいいですね。逆にこれの方がいいというぐらい。あとはアーム類とかもいろいろ変わってるんですか。なんか内替えで全部フルピロに変わってます。あ、フルビロなんですね。スーパーナウさんの。あ、スーパーナーさんのこれもかっこいいですね。このアンダーディフューザー。そうです。燃料タンクの前まで行ってるので下完全に覆っちゃってて。本当だ。結構フルフラットレベルじゃないですかこれ。そうですね、そんな感じです。サーキットも大事ですけど、見た目がいかんせんかっこいいです。もう間違いなくこれ150点ですもん。あとちょっとエンジンルームいいですかこれ。開けられるのかこれはなるほど、すごい。てかこれも変わってるんですね。これも社外でドロップインさんっていうショップのオリジナルのデザインで、エキシージみたいな感じですねかっこいい。このエラエラが好きで。かっこいいですね。確かに純正だともうちょっとフラットですもんね。そうです。いやーかっこよ。もうエンジンルームももうやる気満々すぎませんこれやっぱこうでしょと。 D1 車両とかも今こんな感じですよね。そうですね。もう完全に煙突方式でボンネットから突き出し、ちょっとエンジンの仕様的にはどんな感じなんでしょうか。トップヒューエルさんのフルチューンで、ピストンコンロット強化、ピット周りはバルブスプリング等々の変更をして1万回転ぐらい大丈夫なんじゃないかなっていう雰囲気で。ターボで1万回転まあとはいえパワーバンド入っちゃってるもんでそこまで回す必要はないっちゃないんですけど、余力というか。そうです。まあ一応って感じですね。必要な時に引っ張れるので、今は一応9500レブの9000シフトで。ああちょうどいい。エンジンのヘッドもこれ同じ色で塗ってるんです。そうです。これはDIY で。でももう熱がすごすぎてここら辺もう色変わっちゃうんですね。そうなんですよ。ちょっと前側のガーニッシュ見ていただくと分かるんですけど、熱で変形しちゃったんですね。溶けてますもんね。そうです。チューニング後に初めて納車して帰り道で踏み込んだら背中が焼けてきましたもん熱対策もしないとこれ本当危ないですね。
なのでもうリフレクトゴールドを貼ってあ、これね、これ大事ですね。大事です。あとこれもなんかインマにも変わってるんですか？ B レーシングさんがはい S660 用に作ったスペシャルなサージタンクっていうことで、ちょっと容量アップしてるんですかね。あと容量とかもそうですけど、やっぱ爆発しないのが大事でして、今ブースト 2.3 キロぐらいなんですけど、 2.3 それでもまだ余力はあるんですか？エンジンが耐えてくれれば多分タービン的には余地はあると思うんですけど、これですね。チャチいサージタンクだとその爆発しちゃうので、ちょっと反対側いいですかこれ。クーラー類ですかね。水冷のインタークーラーで、はい。サイドタンクがないような特殊な形状になってるんですけど、はいはいはい。トップレベルさんのその試行錯誤というか、最初はサイドタンク爆発してはい爆発ででね。溶接して大丈夫にしたら、は今度は当時ブースト 2.4 でこのコア自体が伸びたらしい、い。もう爆発するか伸びるかってもうなんかちょっと異次元の話になってますね。上下ブリッジでつないで強化してみたいな、なるほど。一応これだったら今のところ問題なしと。そうですね、今のところは、試しに試してもうダメだったら作り直しみたいな感じなんですね。この辺もなんかクーラー類も全部入ってるんですかね。 S6 でやってる人あんまりいないと思うんですけど、フューエルクーラーですね、フューエルクーラーもう燃料も熱くなると。そうです。冬場はそんなに気にしなくてもいいと思うんですけど、は暖気で長時間アイドリングしてるとやっぱ熱持っちゃうのと、夏場を走るんだったらあった方が絶対強いので、冷却系はあって困ることはほぼないですからね。塞げばいいだけだし、あとスピリットの車高調が入ってるんですかねこれ。ショックのオリジナルのはスピリット系のものらしいです。い。なるほど。まあここねエンジンルームも素敵なんですけど内装もいいですかこれ。あ、エンジンルームでもう一つ、実はこれはい普通の S6 とタービンの向きが違ってて、そうでしたっけ？はい。普通の S6 ってコンプレッサー側がこっちに来てて、でエキゾースト側が向こうにあるので、向こうに触媒が降りて、はいこっちからエアクリが入ってサクションがこうタービンの上をまたぐんですけど、ああなるほど。 180度反転してるのでなのでこの配管がこれができるんですね。でもそれもやっぱ上を通すことよりはこっちの方が排気効率もいいからっていうことなんですか？そうですね、サクションが短くなるので、ああなるほど。コンプレッサー側のレスポンス良くなる。はい、もうこだわってますねかなり。じゃあちょっと内装行かしてもらうと、はい、どうぞ。もうねまあお分かりの通りやっぱり RMS かっこいいし、よく S6 で入りましたねこの S660 ギリギで。リなんとかかんとかいやなんかここが結構怪しいのかなと思ってたら、まあ入るは入るんですね。クリアランスギリギリですけど、なんとかほん入りました。とギリギリですね。で内装はもう剥いじゃって、下回りは HPI のシートベルト用のバーが入ったりいろいろ入ってたり、ここもなんかカーボンのねターバーが入ったり。ただアンダーコードはちょっとまだ剥がす途中なのでちょっと汚いんですけどいやーもうこれアンダーコード剥がすだけでも大変そうすぎてもう考えたくないですね。時期間違えちゃったんでネチャネチャでして。いや確かにこれ絶対冬がいいですねやるなら、ね、冬がいいです。なるほど。あとこの辺がもう OMP のレーシングステア、これ上はもうないやつなんですね。上ないやつです。これじゃないともうメーター見えないんで。あ確かにこれ ECU マスターさんもこれじゃないとマジで見えないですね何も。そうなんですよ。ちょっと座っていいですかこれ。どうぞ。これね S6 座るのが大変なのは知ってるんですけど、おおかっこよ。やっぱ車内は若干狭いですがもう走る気満々ですねこれは。屋根も完全にこれ中ドライカーボンだしすごっ。でもここにはもうねこれなんと5速の H パターンドッグが入ってるということで。 6速です。あ6なんですねこれ。どこ製でしたっけこれ。レーシングドライバーの小林選手が作っているはい S660 用の H パターン6速ドッグミッション、これなかなか入れてる人いないんじゃないですかこれは。10人ぐらいですね仲間が。これもなんか限定で販売したみたいな話じゃなかったでしたっけ。一応増産して次のロットからちょっと一足がショートになりましたロングすぎたのをちょっとショートにされたって感じですね。小林選手は筑波の1コーナーで一足まで落とす気らしいんですけど、え僕らはそこまでできないのでだから完全に小林選手の移行のギア比になってるんですね。じゃあちょっとこれエンジンかけてもらっていいですかこれ。これでうお結構振動きますね。結構、3気筒なんでてか ECU マスターのこのメーターめっちゃかっこいいですねこれ。直接でも買えるんですけど、は SSG ワークスさんにご用意していただいて、でこの画面もその SSG ワークスさんに作っていただいて。なるほどこれかっこいいな。僕なんか昔 AIM つけてたんですけど、AIM より僕こっちの方が見やすい気がするな。AIM もかっこいいですよね、はい、あれも僕すごい憧れてましたね。そうですでもかっこいいですけどこっちの方がディスプレイでかい気がします。でかいです。はい僕はこれ好きですで ECU 自体ももうリンクの G4X でしたっけ。はい G4X で、やっぱリンクさんすごいですね。もうアイドリングでも全然何もないですね、ここまでやっててもすごい。あとこれ僕憧れます
いつかこんなのやりたいです自分も。最初は4つボタンをでいいんじゃないのって言われたんですけど、はい、あれもやりたいこれもやりたいってなっていくと最終的になんか10個超えるのでもう一番でかいのでいいやってなって、なので今半分ぐらい余ってます。これ本当にノス吹くときはノス吹いてるんですか？ノスはまあ今後のためって感じでまだボタンだけですね。ボタンとかリレーハーネスだけ準備してて、楽しみだな。まだまだ進化の余地があるんだ。上矢印で画面が一応もう一回変わります。あ、これですか？はい、ここ変わるんですか？いいよ。おお、かっこいい。これも見やすそうですね。そうです。ここはなんかいろいろ出したりするんですか？いや、それはただの iPad でオーディオ代わりですね。ああ、なるほど。走るときはレースクロノで前回のタイム、ベストタイムとあとタイム差を出して走ったりしてましたけど、なるほど。普段はナビだったり YouTube だったり音楽だったりって感じですね。ドグの車でね。すごいですね。じゃあちょっとせっかくなんでね、これはもう走らないと多分わからない楽しさあると思うんで、ぜひ一周行かせてください。これは。はい、はい、お願いします。こんにちは。こんにちは。今日は商品紹介ですけど、ジャットプロコーティング業をやってるね、マーモットのプロは必要なのかみたいなところも少し触れながらいきたいと思います。今日はエアロツールの強力ブロワー MK2、もともと1があったやつが2にバージョンアップされたみたいで、SNS でもちょっと話題になってるんですが、このブロワーバッテリー、これ別途購入必要です。これとこれは。はい、ですけどこれマキタの 18V のバッテリー対応なんで、普段マキタの工具使ってる人ならもうそのまま使えちゃいます。これ本体です。従来から何個もブロワー紹介してるから分かる通りちっちゃいでしょ。これちょっと持ってみて。これちっちゃいですし、グリップできる感じで、インパクトみたいな。そうそうそう、なんかちょっと工具感あるねこれね。でこれがエアロツールさんの 5.2A 18V。はい、そこを押すと今あらかた結構使ってみたけど 4% しか4% だと結構やっぱ強そうだね。うん、結構持ちは良さそうです。で、マキタさんと一緒でここの白いところを押すとそうスライドしてそのままって感じですね。本体自体は軽いですけどバッテリー自体は多少の重さはあるんで少し重量はあるかなという感じがします。はい、カチャッと重さ 415g。 まあまあ普通の男性だったらまあそんなに重いかなって感じではないね。はい、で後ろもちょっと見てもらったら分かる通り金属製のフィンになってます。一つ注意点だけはフィンの保護のその段差が結構浅いんで、爪が長い例えば女性でねネイルとかしてる人がいるとここバキーンって入る可能性もあるんで、そこは若干注意点かな。だってもう一寸先はフィンでしょ。これで当たります。そう当たってるでしょ。そうだからそこだけは気をつけた方がいいかなと思いますし、珍しいハードケース付きです。まあブロワー自体結構強いけど一応こんな感じでハードケースになってます。で、ここが本体でクッション取るとバッテリーも入れられそうです。でなんとこれ現場の人めちゃくちゃ考えてあって、これ腰ベルトに引っ掛ける用のやつもついてます。はい、面白い。はい、ってな感じで、まあ確かに車の中で洗車用具として入れてたらハードケースないとボッコボコ飛んでいくし、暴れますからね。そうで傷だらけになるんで、まあ確かにあった方がいいかなっていう気はします。積みっぱなしにまあ最適かなと。で実際使ってみてなんですけど結構ね口がちっちゃいんでかなり洗車向けかなと思います。おそらく指関節1個ぐらいかな。そうです、1.5個分ぐらい。1.5個分ぐらい。これいいよね。今までってさ割と何でも使えるようだったから口が大きすぎて風が逃げちゃってたじゃん。ですね、パワーが伝わってない感じが。そうだから今回はそのミラーとかエンブレムの部分とかホイールとかドアノブ、そういったところ一番タオルだけじゃ残りやすいところが使いやすかったんじゃないかなと。あと風量が結構強い。音もまあ多少ありますが風速61、とにかく強いということで小さい見た目の割にはパワーあります。ちょっとマックスにしてみて。それこれいいの LED もここにまたついてるし、これね半分ぐらい押してみて。これも結構でかいんじゃないかな。確かにだいたい0-100なのに、間違いないで長時間バッテリーも持つしマキタバッテリーも対応、そこが一番でかいかなと思います。実際にちょっとじゃあこことかも実際垂れてるからさ使ってみて。これここ今すげえ水溜まって出てきてる。こういうところ一回ちゃんと拭いたのにこんだけ出てきてるからね。そうなんですよね。はい、だからこれが全部ドアミラーから垂れてくると
いうような感じです。実際どうあった方がいい？やっぱりいや、めちゃくちゃあった方がいいです。あとコードレスなのがありがたいですね。確かにね、大体強いやつってコードがあるから取り回しがねめんどくさかったりするんですが、車の周り回る時がすごい厄介なんですよ。確かに。で水もんもね使うし、ということでマーモットもいろいろ仕事で使うと思うんで、僕がいろいろ試した後不要になったらあげますいつ来るか、来ない気がするなバッテリーの強さとコンパクトさと充電式でもね、こっちの18ボルトのやつだから、はい、容量がでかいなっていう感じでした。ぜひブロワーチェックしてみてください。はい、洗車用にかなりいいと思います。はい、だいぶ下ないでしょ。下ないまあでもしょうがないですよね、これはもう上楽しい仕様であれば。純正の6速だと、結構ロケットスタートができるんですよ。なるほど。もうそれができない仕様になってるんですね。できないです。レーシングスタート結構好きなんですけど、いいっすね。やっぱこのミッションの音は憧れますよ。憧れます。これいくらで買えれるんですか、このミッションは？物が90万前後。なんかまだコスパよく感じてしまうぐらいですね。あとはベースのミッション用意して組み込んで、まあなんだかんだで100とか120って感じじゃないですかね。でも120でこのミッション味わえるのは楽しいですよ。まあまあそうですね。下がない。ミッションスカスカ入りますね、これ。走り出すとね、案外音でも楽しいですね、この車は。なるほどね。意外に足がしなやか。結構いい足ですですね。スピリットってもっとこうカンカン跳ねるイメージなんですけど、これすごいしっとりしてますね。これは乗りやすい。もっとゲテモンかと思いましたやってることはもうゲテちゃんなんですけど、まあそうですね。でもエアコンちゃんと聞いたりとか、もう令和ですよエアコンはつけさせてくださいエアコンだけはよろしくお願いします。本当に夏乗れなくなるとやっぱりこう出動回数も減っちゃうじゃないですか。そうなんですよ。いや、このメーターめちゃくちゃ見やすい。これもう大好きなんですよ。これがこれいいですね。サイズもいいし、この下にロゴ入ってるのもかっこいいし、すごいな。逆にここまで仕上げようと思ったらエンジンとタービンでどれぐらいかかるんですか？エンジンとタービンで部品も含めて200前後。200前後。ちょっと K の領域は超えられますね。でも確かにおっしゃる通り FL5 に乗り換える方が多いですよっていう気持ちも分かります。分かります。あれもすごいいい車ですから。そうです。どちらもいい車なんですけど、確かにこっちでお金かけていってもまあまあ果てしなく金使うなっていう感じはするんで全然限界車畜レーシングなんで自慢とかではないんですけど、ぶっちゃけ去年使った金額でFL5 が買えるぐらい使いました。そうですよね。やっぱそれぐらいかかってますよね、これ。自分でちょっと引きましたブレーキも意外にこれバット何入ってるのかちょっとあれですけど、すごいいいですね。あとアクレの800ですね、確か。アクレなんだ。結構奥でコントロールできる系ですね。すごいなこれ。でも軽くてホイールベースも短いのにあんまりこのパタパタウディアが跳ねないのがすごいなと思って。どっしりしちゃうんで。ですね。やっぱりそれは MR の良さもあるんですよね。あとワイドボディのが効いてますね。なるほどね。どちらかというとホイールベースとか云々よりはもうワイド化が結構効いてる感じなんですよね。当時パワー上げてない時にワイドボディにしたんで、もう面玉飛び出るぐらい遅くなってで
S6 って結構このカミソリみたいなコーナリングが売りの一つだと思うんですけど、はいもうそれもなんていうかどっちかっていうとどっしりちゃって、ここからここまで戻すのに結構苦労しましたね。いやこれは難しそうですね。ワイドにしただけでもすごい動き変わりそうだから、なんか一個一個が難しいですね。これででもつくば目指せ何秒ぐらいですか？今のところの目標としては4秒切りですかね。4秒切り。まあでもこのパフォーマンスあれば全然慣れてしまえばそうですいね。ける感じはしますね。これでも峠楽しそうだな。これ峠も楽しいですね。めちゃくちゃ楽しそうですね。もういやこれは200馬力ぐらいありますね。すごい。さすがに峠だとレートを下げたいですけどね、今前が8キロ9キロか、後ろが14点何がしなんで、はいはいはい。ちなみに今これローブーストなんで、ブースト2段階上げられますけど、どうしますね。じゃあちょっと1回だけはいどうぞ。なるほど。下がないとおっしゃってたことが分かりました。分かっていただけましたか？さらに分かりますね。これは踏み始めの多分4000ちょうどぐらいまでそうですね。波及来ないですね。そこを超えてからそうですね。多分5000ぐらい来るともう全然回るよって感じですけど。これ楽しいな。なんかマジでカートですね。これはやっぱ軽い車もいいな。確かにブースト上げると楽しいわ。これは軽い最近重い車ばっかり乗ってるとなんか軽い車の楽しさを忘れちゃってて、最近の車ほんとすごいですからね。今の車って純正でももう2500ぐらいからもうブースト来るんで、やっぱ多分小さいタービン、まあ中ぐらいのタービンであまりブーストをかけないのが主流なのかもしれないですけど、もうこんなドラマチックなターボはないっすね、最近の車で。そうですよね、でも結局実はそっちの方が早いんですけどね。実はそっちの方が早いんですけど、多分人間の感性とか楽しいなとか非日常感を味わうのであれば、やっぱりこれぐらい上寄りでもハイパワーハイブースト、ちょっとなんか昭和な感じするじゃないですか。そうですね。これがいいですね。軽い。色だけはちょっとカモフラージュされてるかなって感じですけど、すげえ楽しいこれ。音がいいなこれ。すげえ楽しい。これは首都高に合わないわ。楽しいところ全然使えないですもんね、せっかくの。リアばっかり効いてるなって感じしないですね。あとはこれでつくばのストレートで踏んでみて計測で何キロ出るかっていうので、まあ、ドラッグなのか抵抗なのか何キロ出るんだろうな。これ前計測で何キロ出ましたか？計測で163キロで最終的にそのロガーでは168キロか。168、結構出ますねやっぱり。
S2000 ぐらいで出とるって言われました。確かにすごい、忘れてはいけないのはこの車あくまでも 660cc の直3ですからね。直3です。それが VTEC 直4の2リッターに勝てね、同じぐらいだけでもすごいですけど、いやでも僕S6 ノーマルでも楽しいなと思ったんですけど、ここまでやりたくなる気持ちが分かります。分かっていただけますか？分かります。でも僕もやっぱノーマルの S6 って大好きなんですよ。ですよね。楽しさはちょっと違いますよね、またここまでやるのと。昔の車に乗ってる感じがして楽しいなこれ。ノーマルの S6 の方がもうちょっとあれですかね、やっぱり下からパワーもあるし、万人受けしそうな感じはありますけど。そうですね、もう2500、3000ぐらいでビンビン来るので、その代わし逆にやっぱ上はないんですけど、どんどんシフトアップしていく走り方ですごいいい車ですよね。楽しいですし、この車でもこれぐらいだったらミッションの鳴きがなんかこう気持ちいいぐらいですね。そうですね。もっとうるさいやつあるじゃないですか。ありますこれぐらいだったらなんか心地いいんですけど、面白い。やっぱ今の車っていうかミッションも進化してるんだろうな道具でも乗りやすいなこれ。 S6 のミッション、純正ミッションも結構いいミッションなんで、あれ他の車とかに流用できたら面白いなとか思いますね。なるほど。いやこれは楽しいわ。ミッションも全然弾かれないですしね。上手ですね。はい。もう全然これは気持ちいい。結構流そうとするとやっぱどうしても弾かれちゃいますね。昔の癖でゆったりシフトしちゃうんで。そうですね。なんか逆にこの車というかこのシフトはゆっくり入れる方がダメですもんね。やっぱダメみたいで。今の車って逆に速くこれぐらいのスピードでやるとスロットルが若干開けてくれてるんですかね。なるほど。ゆっくりしかつなげない人用にこうちょっとだけスロットル開けちゃうんで、逆におーってなるんですよね。確かにそんなのありますね。S6 ぐらいはあんまないかもしれないですけど、このミッション気持ちいい。いやこれ欲しいな全然できますよ。いやでもこれはちょっと多分これを乗っちゃうともう自分もこうしないと多分ムズムズしちゃうんで、結局多分これ改造費700-800万って済まないかもしれないと思うんで。済んではないですね。済んでないですよね。正直支払いは涙目ですけどねいやもちろんその分楽しいんですけど S660 にとてつもない愛情がないとここまでできないですよやっぱり。ただ単にタイムだけ見たらやっぱ今時の車とか他の車とかの方がもちろん速いんですけど、やっぱこの S6 に関してはやっぱ変わりがないというか、確かにいろんなメーカーが欲しい適車がいいです。これはもう自分でやりたくない。いいですね。軽いこの車。うわなんか自分の車だったら全開でいけるわこれタイヤも結構食いますねやっぱ R50。 結構食います。いやこれはエアコンも効くし夜ちょっと仕事で疲れてさあ乗ろうかなってなってもこれは気持ちいいなだいぶ街乗りしんどくなりましたこれ。しんどいですねご近所さんの目がやっぱちょっと苦しいですね。なるほど。やっぱり一発目うるさいですよねこれ絶対。以前よりちょっとマシになったんですけど、もう以前は本当うるさくてご近所さんの目がちょっと鋭かったですねごめんなさいしておきましたけど。いや結構 S6 ってかけた時ブワーってちょっと低音が響く感じありますよね。ファーストアイドルがうるさいんでやっぱなんか今つくばのダンロップを抜けた感じしましたねすげえ気持ちいい。これは
もう走り始めると全然ギアなんて気にならないですね。そうですね。これで巡航しようとするとまあ、正直乗れたもんじゃないんですけど、ああそっかそっか。音楽を聴く状況ではないというか今たまたまいいところでいいタイミングでいい時間の量を乗らせてもらってるからいいだけの話で、これずっと乗ってたらしんどいんだなと途中耳鳴りしてましたもんねオーディオの音聞こえないんでどんどん大きくしますしねまあね、これは難聴ですね。これは難聴です。途中からいやー気持ちいい。てかクラッチが乗りやすいですね。これクラッチはこれ変わってるんでしたっけ？これは小倉のメタルですね。あ、こって言ってたら切れると。これね、気を使って甘めにアクセル吹かして乗るとダメですね。これそうなんです。この辺がね、街乗りをし始めるとちょっと気使うんでしょうねいやでもこれなんせいいのはミッションもスポスポだし音もいいし、やっぱこのミッションノイズがいいっすね。いいです。本当にこんなの分かってくれる人絶対女の子いないですけどね。いないっすねこれがいいって思う人ね、もう車は変態ですからねありがとうございます。ありがとうございます。いやーこれはなんかもう S6 愛が高い人がもう最初作り上げた化け物感な気がします。これは